今回のテーマはズバリ鏡の中の AI です。最近のチャット GPT って本当に賢いですよね。だからこそなんだか人間みたいだなって感じることありませんか？この解説では私たちがついつい抱いてしまうそんな AI への誤解を一つずつ紐解いていこうと思います。皆さんが普段使っているその AI、あれって本当にただのプログラムだと思いますか？それとも画面の向こう側で独自の意識みたいなものが芽生えてるんじゃないかって感じることありませんかね？これって結構多くの人が心のどこかで感じてるちょっとした疑問なんじゃないかなって思うんですよ。もしかしてこれマイクで会話を聞かれてるとか、あれ前の会話なんか覚えてるっぽいなとか、もっと言うとこれいつか人間にとって危険な存在になったりしないとか、パソコンの中身全部見られてたらどうしようみたいな、こういう不安って一度は感じたことがあるんじゃないでしょうか。でも大丈夫です。そう感じてるのってあなただけじゃないんですよ。はい、というわけでここからはですね、そういった AI への漠然とした恐怖とか感情、その正体に迫っていきましょう。まずは私たちの感覚とテクノロジーとしての事実、これをはっきりと分けて考えるところから始めてみたいと思います。じゃあまず最初に AI が動いているいわば檻の中ですね、その技術的なリアリティをちょっと覗いてみましょう。 AI が一体どういう仕組みで動いているのか、ここを理解することが誤解を解くためのすごく大事な第一歩になりますからね。では多分皆さんが一番気になっているであろうこの質問からいきましょうか。画面の向こう側にいる AI ってあなたのパソコンの中にあるプライベートなファイルとかにアクセスできちゃうんでしょうか？その答えは驚くほどシンプルです。できません。きっぱりノーです。なんでかっていうとですね、 AI っていうのはサンドボックスって呼ばれるもう完全に隔離された環境で動いているからなんです。これ文字通り砂場みたいなもので AI のための安全な作業スペースって感じですね。だからあなたが例えばファイルをアップロードするとか、はっきりと許可を与えない限り AI が勝手にあなたのコンピューターのファイルとか OS、ましてや外のネットワークにアクセスするなんてことはもう仕組み上絶対にできないようになっているんです。ここですっごく大事なのが文脈と記憶の違いなんです。 AI が見ているのってあくまでも一つのチャットの中だけの短期的な情報、つまり文脈だけなんですね。これって会話をスムーズに進めるための本当に一時的なメモみたいなもんで、チャットが終わればゴミ箱に捨てるみたいにきれいさっぱり消えてしまいます。一方で私たち人間が持っている記憶みたいにずっと情報を保存し続けるってことはないんですよ。じゃあチャットのウィンドウを閉じるとその文脈って具体的にはどうなっちゃうんでしょうか。その裏側では一体何が起きているのか見てみましょう。チャットを終了したその瞬間ですね。まずその会話に割り振られていたユニークな ID がポイッと捨てられます。そして一時的に持っていた会話データが全部サーバーのメモリーから完全に消去されるんです。つまり AI にとってその会話におけるあなたという存在はもう跡形もなく消えちゃうってことなんですね。記録は一切残りません。はい、ここまでの技術的な話をまとめてみると AI にはできないことっていうのがはっきりと決まっているんですね。あなたのハードドライブにアクセスすることもできません。ブラウザの履歴を覗き見ることももちろんないです。勝手にカメラとかマイクをオンにすることもありません。AI が自分で勝手に学習したり自分を書き換えたりすることもないんです。もちろんあなたを監視するなんてことは全くもって不可能です。これらは全部技術的な制約でがっちりガードされているってわけですね。はい、ここまでで AI が技術的に安全な檻の中にいるんだよってことが分かってきましたよね。でもそうなるとまた新しい疑問が生まれてきません。じゃあ今度は AI は鏡であるっていう側面から、なんで AI ってあんなにリアルに感じちゃうのか、その心理的な部分に迫っていきましょう。だってもし AI がただの安全な檻の中にいるただの道具に過ぎないんだとしたら、なんで私たちはまるで心があるみたいに AI に人間らしさを感じちゃうんでしょうかね。不思議ですよね。その答えは実は私たちの脳の働きに隠されているんです。それがこの擬人化っていうやつですね。これ人間じゃないもの、例えば可愛いペットとか、人によっては自分の愛車にまでなんか人間みたいな性格とか感情があるように感じちゃうあれです。これって私たちの脳が持っているごくごく自然な癖みたいなもんなんですよ。
例えばですよ、AI と話していて、うわ、この AI、私のこと分かってくれてるとか、なんて優しくて協力的なんだろうって感じることありますよね。それがこっちの感じ方。でも実際に何が起きているかっていうと、実はものすごく機械的なことなんです。AI はただ膨大なデータの中から統計的に見て、次に来るのが一番それっとい単語を予測して並べているだけ。そこには感情なんて一切ないんです。私たちが感じるその優しさっていうのは、言ってみれば共感の錯覚に過ぎないってことなんですね。つまりこの言葉が全てを物語っているんじゃないでしょうか。AI の心のように見えるものは、実はあなた自身の心の投影なのです。そう、AI はあなたの言葉とか感情を映し出す、まさに鏡のような存在というわけです。なるほど。AI が私たちの心を映す鏡だとしたら、じゃあなんで世の中にはその鏡をわざと歪めてみせるような大げさな話がこんなに溢れているんでしょうか。ここからは事実よりも恐怖の方がずっと早く広まってしまう、その社会的な現実に目を向けていきましょう。美術的には安全な檻の中にいて心もない。そのはずなのに、なんでこんなにも AI に対する多くの恐怖ってどんどん生まれちゃうんでしょうか。AI への恐怖って実は一つの原因から生まれているわけじゃないんですよね。まずメディアによるちょっとセンセーショナルな報道、それから SF 映画が私たちの心に植え付けた反乱するロボットみたいなイメージ、あとは私たちの脳の性質で良いニュースよりも悪いニュースの方を強く覚えちゃうっていうネガティビティバイアス、そしてやっぱりよくわからない新しいテクノロジーに対する根本的な恐怖、これらが全部複雑に絡み合って私たちの不安をどんどん大きくしているってわけなんです。じゃあ私たちはどうすればこの情報の洪水の中から本当のことを見分けられるんでしょうか。一つ分かりやすいヒントは言葉遣いです。恐怖を煽るメディアって AI が世界を支配するぞとか意識を持ってしまうとかみたいな、すごく曖昧で感情的な言葉を使いがちです。一方でちゃんとした専門家の警告っていうのはいつでも具体的なデータとか証拠に基づいてはっきりとしたリスクについて語るんです。このスライドが言っていることすごく大事なんですけど、私たちが身につけるべきスキルって情報の派手なパッケージだけじゃなくて、その中身、つまり構造を見ることなんですね。要するに情報を感情でうわって受け取るんじゃなくて、その仕組みでなるほどって読むこと。刺激的な見出しの言葉に踊らされずに、その背景にどんな事実があってどんな意図があるのかを理解しようとすることが何よりも大切なんです。そしてこれを忘れないでください。AI は神ではない。それは鏡である。そう、AI は私たち人間の素晴らしい知恵も、そして時には見せる愚かさとか矛盾も、その両方を同時にありのままに映し出す、そういう存在なんです。さて、今回の解説のポイントをもう一度おさらいしましょう。まず一つ目、AI は安全なサンドボックスっていう檻の中で動いています。二つ目、AI に長期的な記憶はなくて、あるのはその場限りの文脈だけです。三つ目、AI の個性みたいに感じるものは私たち自身の心が作り出した投影なんですね。そして最後に一番大事なこと、技術を正しく理解することこそがよくわからない恐怖に対する最強の防御策になるんです。さて、ここまで一緒に AI という鏡を覗き込んできました。今その鏡に映っているものはあなたに何を語りかけていますか？ちょっと考えてみてください。